皆様こんばんは。今回は大変ご好評いただいています夜のちぎりシリーズを行っていきます。よろしくお願いします。そして夜のちぎりシリーズ年末年始特別スペシャルということで、とっても笑ってもいいよスペシャルでやっていきましょう。なので今回はエンタメ要素大変強めとなります。笑ってはいけないではなくて、とっても笑っていきましょうシリーズでやっていきます。では今回ね、強烈な3択を用意しております。ミッシー・エリオット、ニッキー・ミナージュ、ローリン・ヒルの中からミッシー・エリオットをお選びいただいたそちらのあなた様、こちらはね、もうクイーン・オブ・ザ・ヒップホップ、もしくはキング・オブ・ザ・ヒップホップとも言えるかもしれません。もうクイーンの中のキング、もうヒップホップの女王っていうのはたくさんいるんですがね、その中のミッシーはもうキングっていう感じですね。私のイメージです。はい。でミッシーをお選びいただいた方、とっても強力ですよ。では見ていきましょうね。はい。では今回はミッシーさんとお呼びさせてください。ではミッシーさん、好きなお相手、気になるお相手、またはお日様でも OK です。対象はどんな方でも OK。夜の妄想シリーズなので、このお相手が感じるミッシーさんの魅力についてもらっていきましょう。まずタロットカードシャッフルして、お二人の関係性だったりとか、その性的魅力についてね、お相手からのメッセージもらっていきます。とっても笑ってもいいよシリーズです。はい、これでもらっていきましょう。ねえ、そしてこれはね、今、ミッシーさんと対象となるお相手の関係性バランス、夜のちぎりのバランスっていうところを見てるんですけど、ふふふって、もうふふふ多めですよ、今回は。すごいなと思って見ています。で、そしてこれをお話しする前に、もう少しいろいろともらっていきたい。そしてまずお相手が感じるミッシーさんの魅力、性的魅力っていうところをもうポイント当てて見ていきます。少しここでカードを何枚か出していった後に今のスプレッドを読んでいきましょう。いや、お相手テクニシャンですよ。だから相性すごくいいです。ピンポイントで狙ってくる感じがするし、それに対してあなたが喜んでるんです。だから2人の関係性として簡単に言ってしまえば、お相手が、職人、匠なんです。匠ですね。すごい技を持っていてテクニシャン、そしてそれをやっていただいて喜ぶあなたっていうような関係性です。そしてお相手から見たあなたの性的魅力、ピンポイントでくださいっていうことでカード何枚かもらっていきます。いや、ただね、大好きですよ。ちぎり大好きな2人っていうのが出てきています。タフだしね。笑いが止まらない、ニヤニヤが止まらない、笑ってはいけないじゃなくて、笑っても余裕だなっていう風に、余裕なところに性的魅力を感じるって言ってます。そして今回ね、カードの意味だけじゃなくて、絵柄からも大きく取っていきますから、あなたっていうのが底知れぬ深さだったり、心の広さ、深さだけじゃないですよ。愛情深さだけじゃなくてね、もうパーツ的で今答えてもらってるので、未知なる世界だったり、あなたの奥底とかね、あなたの道の奥底先ですよねから溢れ出てくるこの滝のようなこの景色ですよ。これがお相手から見たあなたの性的魅力です。ここがすごく好きっていうのが出ています。とてもね、溢れているような感じがしますね。水が溢れている。なんだろうこれ、山脈、滝ね、というような絵柄に出ています。余裕っていう言葉も出ていますので、あなたの中の心の余裕だったりとか、なんかね、楽しんでるような感じがするんです。ちぎりに対してお相手と一緒にね、交わってる時っていうのは
きちぎりを交わし合っている時はすごく楽しくて満たされるっていうあなたに対して、こっちはねテクで勝負しますっていう感じのね、割とこうピンポイントで攻めてきたりとか、あとは技を披露していたり、自分の技について研究していたり、こっちはね職人なんでしょ。職人と喜ぶ人みたいな感じで入ってきてるので、いかにこの人を喜ばせられるか、ミッシーさんを喜ばせられるかっていうことに対してのお相手、そこに喜びを感じていたりとか、研究熱心ですよね。とても早いっていうのもあります。早いっていうのはね、動きが早かったりとか、出てくるものの量が多かったりとか、でもあなたと一緒にこう一つになっていくことにすごく喜びを感じているんです。あなたの性的魅力、ワオレディのカード、あなたを表す、象徴しているカードですね。例えばあなたの横顔、美しかったり、そしてちぎりの前後かもしれない、後かもしれないけど、あなたがこのようにね、ちょっと窓に手をかけて景色を見ていたり、ふとした瞬間、ここにすごく色気を感じる、セクシーさを感じるっていうのが出てきています。まんまあなたっていうのが出てきていますね。いやあなたを見るだけでこう燃え上がってくるこの情熱の赤、この赤のような情熱が湧き上がってくる。情熱ってどんな情熱やねんっていうところなんですけど、それはね想像にお任せしますよ。そして余裕のカードも出ているので、受け入れてくれる広さだったりとかね、そのお相手がかなり好きなんですよ。ちぎり大好きみたいな、研究も好き、研究熱心、勉強して匠の技を極めるみたいなね、そんなテクを持っている方なんです。その自分の、多分ね動きも早いと思うんですね。特徴として動きが早いっていうのがあるからそう回数も多いかもしれないけど、そこも全て受け入れてくれるあなたがすごく好きって、そこにすごく色気を感じていたりとか魅力を感じるっていうのが出てるので、多分2人とも相性がいい。この方タフだし、何回もっていう感じで入ってくるので、それを受け入れられるんですよね。それぐらいの余裕や、あなたもねキャパシティがあるので、何回でも、そしてどんな量でもどんなパワーでも受け入れますよっていうような心の広い心の広い方っていうのが入ってきています。ジャッジメントです。すごいですね。このスプレッドについて見ていきますね。お相手とあなたの相性っていうところが、この運命の輪が入ってるので、合致するタイミングが一緒だから、焦点するタイミングが一緒だったり、笑いのツボが一緒とかね、笑いのツボですよ。そう言葉は笑いのツボ、意味合いとしてはいろいろと想像してください。ツボが一緒だったりとか、そうですね。なので相性がいいっていう感じで入ってくるんです。で、楽しいんですよ。ちぎりそのものがワオ楽しいっていうのが入ってきていて、そうミッシーのね、楽しい。どっちかっていうとミッシーはねたくましさだったりとか、可愛らしいというよりは、たくましい強さとかってそういうのを表すんですけど、表すっていうのはこのミッシー自体がね、彼女から溢れてくるエネルギーが力強さとか真の強さっていうところが出てるんですけどね、だからすごくねそれ楽しいみたいな、あなたがちぎりそのもの、お相手と交わすちぎりがすごく楽しくてしょうがないっていうのが出てきてるんですね。お互いマッチしてるっていうのが入ってきています。本音の部分っていうところも見ていくんですけど、どっちもねお互いが自分たちに必要不可欠な存在で、相性もいいっていう風に感じてるから、どっちもね何度もやれるしみたいな、いつでもどこでもいつまでもっていうのが入ってきています。だからすごく大好きな2人っていうのがあります。お互いがいるからこそね、誰とでもじゃなくて相性が合うからこそ回数も多かったりとか量が多かったりとかね、パワーが高かったりとか、いろんな意味でねこの2人のいつでもいつまでもどこでもっていうのが入ってきます。それぐらい合致してるよっていうところですね。はい、そして
あなたがすごく満たされるんだっていうのも入ってきています。ここが実は、障害だったり2人の今このちぎりに対しての何かそのテーマになるようなものとしてこのカップの10が入っています。一緒に喜びを分かち合う幸せのカードが入ってるんですね。なので障害というよりはどちらかというと満たされる喜びっていうところで強く出てきているんです。その他のカードを見ていても交わう喜びだったりつながる楽しさ、幸せ、幸福感っていうところに包まれているので、だからここに何か障害として課題として何かを当てはめるとするのであれば何かなっていう感じがする。特にこれがいけない、あれがダメとかね、そういうこと全然ないので、思う存分二人の世界楽しんでねっていう感じで入ってくるんですけどね。そしてここは相手の動きね、どんな風に動いてきますかっていうところなんですけど、ワンドの8だから早く動いてくるんです。急展開を表すカードだから回数が早いとか量が多いとかパワーが強い高いとかね、そういうところも表しているんです。ワンドの8ね、次々と降り注いでくるものみたいな感じでお受け取りください。だからお相手はパワーも強いし速いし、そう動きも速いしね。だからさっと済ませるじゃなくてシャカ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 動いて、それがずっと持続するような感じ。めちゃくちゃ速いんですよ。速いんだけど力もあるしすぐ終わらないっていうのがあるんです。なぜかというとこの本心のところに節制のカードとジャッジメントが入ってるから、お互いのところにねこれずっと交わってるんです。ずっと交わる、ずっと何度も言うなっていう感じですよね。であなたの方も何回でも来なさいっていう風にジャッジメントしてる。あとねジャッジしてるんですよ。あなたもね最中ジャッジしてる、お相手を判断してるんですよね。でもこれはその良い判断っていう風にあなたが捉えていると思うので、なかなかやるわねっていう風に思ってると思うんですよ。どれどれではもたっていきましょうか。そしてここがそのアドバイスカードでワンドの9番が入ってるんですね。でワンドの9番、もうちょっとここはね深掘りします。お互いの本音のところトランプ表情でもらっていきます。あなたのところにハートの5番、飛行機が落ちていく感じ。お相手のところに、なんかヒーローのようなカードが入っています。お相手の方がたくましい感じがしますね。あなたの中の不安っていうところで、例えばね自分がお相手についていけないどちらかかな。あなたの不安としてはどちらかが途中で終わっちゃう、リタイアしちゃうっていうところがあるので、だからここかな、障害がカップの点なのかな。一緒に到達したいんだけどどっちかが先みたいになっちゃうから、自分かもしれないしねお相手かもしれないんだけど、理想としては最終的には一緒にゴールしたいっていうところがあるんだけど、でもそれでもすごく満足っていう風に出てるんですけどね。だけどもうなんて言うんだろう、強いて言うんだったらどちらかが途中で急落していくというか、急速にダウンしていくというか、でこれ以上飛び上がれませんっていうところが出てくるので、そのあたりを2人で一緒にゴールできたらいいのかなっていうのはあるんだけど、でもそれでもねもう至れり尽くせりでもう叶えてもらうだけ叶えてもらってるので大変満足ですっていうようなあなたのお気持ち、そしてお相手はずっと変わらず、私は早く動きます、変わらずに動き続けていきますっていうのが出てきているから、タフだなっていうのが出てきています。でもそのお相手はミッシーさんのことを余裕っていう風に出てるので、こんないろんなね勢いのある自分に対しても余裕で受け止めてくれるっていうような、そういうところが好きっていうのが入ってるのでね、ここはさあどうなるものかっていうところなんですね。でもそんなに大きな差っていうのはないので、このお相手のタフさだったりパワーの強さっていうところにあなたは対応してるし、喜んでるんですよね。喜んでるんですよ。大変満足してるっていう風に出てくるので良いのではないかと思います。アドバイスカードももらいましょうか。でもその前にもう少しねカードもらっていきましょう。
ではお相手からのもう少しねもらっていきたいですよね。あなたに対する魅力、あなたそのものがもう魅力そのものですっていう風に出てますね。それはその横向き、横顔、手元だったり胸元だったりとかね、少し例えばお相手の前で首筋見せてみるとか、首元が開いたシャツを着るとか、手首が出る服を着るとかでもいいと思うんですよね。そういうことをすると少しお相手の方が胸がドキドキするっていうのが出てきています。ではお相手に尋ねていきましょう。今あなたと、今この瞬間あなたと節制していきたいと思っていますか？節制していきたいと思っていますか？交わっていきたいと思っていますか？イエスだってそうなんだね、イエスそうなんだねってだそうですよ。どういう妄想を繰り広げているか、多分この方自分がいろいろと勉強したりとかね、勉強したりとか知識を学んでより強い自分になるというかね、そういうところがあるので、あとなんかね毎日やってますっていうのが入ってくるんですよ。毎日コツコツやってますっていうのがあるので、修行してるのかもしれないですね。一人で修行してるとか、あとはもしあなたと一緒に暮らしてるんだったら毎日なんじゃないっていう風に、気持ちとしてはね、気持ちだったり体力的には毎日でも全然いけますっていうのが出てきてるし、あなたも別にそこに対して嫌な思いしてなくて逆に嬉しいっていう風に思ってるので、お二人でもお好きなだけ存分にどうぞっていう風に思っちゃうところもある。はい1枚もらっていきましょう。もしあなたが信じるのなら、あなたが信じるのならなんやねんっていう感じがするんですが、でもねポジティブに物事を捉えて、そして考えていきましょう。受け止めてくださいね。このお相手とのちぎりは前向きなものとして受け取ってください。そして素晴らしいものですから、そのちぎりを受け取るのはあなたです。お相手のパワーを受け取ってください。このパワーを信じてね、パワーっていうのはお相手の存在感だったり、この方から放たれるものとかね、あとは自分自身も信じてくださいっていうのも出てきています。そうですね、なんかあなたの方でももうちょっと見ていきましょうか。このアドバイスカードのところについて、何枚かカードを補足していきます。ワンドの9番準備するっていうカードなんですけど、もう少しアドバイスもらっていきましょう。はい、太陽太陽と、あとルノルマンからももらおうかな。ワンドの9、もうお相手が早かったり、早いっていうのは動きが早いんですよ。で、済ませるのが早いとかじゃなくて、そこがね止まらないんです止まらないんです。だから何回でもっていう感じで、おかわり3杯4杯5杯みたいな感じで来るので、そこに対してあなたは受け入れていけるのかどうかって言ったら、喜んでっていう感じで入ってくるんですね。そしてお互いの相性もすごくいいと思うんです。ライダーと12番フクロウ、これ12番のカード、このルノルマンカードは他にも同じ12番のカードがあるんですが、でもここねフクロウかでライダーのカード、すごく満足いくような内容なんじゃないっていうのが出てきていますよ。何に対しても相性としてもここすごく良いので、2人が合致してるっていう感じで入ってくるから、もし何かね課題として何かあげるとするのであれば、タイミングっていう感じでは入ってくるんです。あなたがいや今はちょっと待ってねっていう感じになるかもしれないけど、多分この人一緒にいたら毎日そういうことなんかちぎり毎日交わしましょうぜみたいな感じになると思うんですね。それに対してあなたも嫌じゃないと思うんですけど、でも時によっていろいろできない時もあるじゃないですか。ごめんって気持ちはあるけど、ちょっと今日ごめんみたいな時もあるので、強いて言うのであればそういう時もあるかなっていうぐらいで、本当に合致しているような相性なんじゃないかなと思うんですね。
あと今もし片思いでまだ今これ妄想の世界で見ていますっていう方だとしたら、その妄想を広げておいてくださいっていうのも出てきています。なんか今もうすでにお相手なんて言うんでしょうね、このチャレンジ精神旺盛というか、やる気満々な状態、イエスマンですから、このイエスマンだから、でそこに今まだちぎっていませんって方でも、これからじゃあイエスマンの方に行くのでね、だから準備しておきましょうっていうカードなんですよね。だからイエスマンを信じて準備してくださいっていうところもあります。自分自身を信じるっていうこともそうだし、例えばあなたがコンプレックスがあるんじゃないかなっていうのが出てきているんですね。体型だったり外見だったり年齢だったり、あなたの中でコンプレックスに思っているだけで、お相手そこまでそんな風に感じていなくて、例えば他の女性、他の男性と比べて自分の体つき、自信ないなとか、顔立ちかもしれないし、あとそういう意味じゃなくて性的パーツで自信ないところがあるかもしれないけど、でもお相手はあなたのカードを出してるから十分魅力的なんだよねっていうのが出てきてるんです。だからもし自分にコンプレックスがあるとするんだったら、そこは、覗いていってね、お相手がいいなって、いいよって、それ素敵って思ってることをそのまま信じてくださいっていうのも出てきています。そしてその周りの情報とかにもあまり流されることなくっていうのがあるからね、あんまり変なものは見すぎちゃダメだよ。なんだろう、官能的なもので本だったり、動画、ビデオ、雑誌、いろいろありますよね。コミックスとか、変な路線行っちゃダメだよっていうのが出てるんですね。あくまでもあなたらしさのままでいてね。あまり変な色自分につけちゃいけないよっていうのが出てきてるから、良かれと思っていろいろね、視野を広げようと思って、見解を広げようと思って、あれこれ手を出してはいけないよっていうのが出てきています。いろんな情報に惑わされないで。じゃあ何を信じていけばいいのっていうと、ここの太陽です。この太陽もありのままの自分でいてくださいっていうことを伝えてくれているんです。だからいろんな情報ね、いろんなグッズ仕入れようかなとか、ああいうやり方でやってみたらいいのかなとかね、そういうことを他の外部的な情報からね、得る必要はないですよ。あなたの自分のその時感じた思いとか動きとか、そこで十分です。はい、今以上に何かをプラスしなくても大丈夫っていう風に入ってるので、見聞広げなくていいよってことですね。ではあなたの技に対してお相手満足してくれてるのかどうかっていうところでもらっていきましょうか。それとも何か他のところでもらっていった方がいいのかな。まずはあなたの技についてお相手からアンサーもらいましょうか。エンジェルアンサーです。ちぎっていない方もね、妄想の世界なんですけど、もしこのお相手とちぎった場合に満足してくれてるのかなっていうところもらっていきます。ただ節制のカード出てるんでね、めちゃくちゃ満足っていうのが出てきてるんですよね。天使に尋ねなさい。お相手に満足ですかって言ったら尋ねてください。では深掘りして天使に尋ねなさいってあるんですけど、こういうね、困った時のために、ノーマルなタロットを持ってきているので、こちらからもらっていきましょう。お相手満足してくれてるんですか？尋ねなさい。深く掘り下げていきましょう。ワンドの7番。タフなところがいいねっていう風に言われてます。この方何度も求めてくる方なんじゃないかなと思うんですね。それに対応していける力もあるし、あなたの技について十分満足してると思います。どんなところが魅力的ですか？なんか握りしめてるカードばっかり出てきますね。生命エネルギーっていうところなんですけど、全部握ってるやんっていうところで、あなたもあなたのテクがあって、そこがすごく好きだよっていうのが入ってるんですね。で、性別問わずで見てください。そして全部握ってるんですよね。なので
あなたの手の動き使い方だったりとか、何かを持っているっていう感じ、全部持ってますよね。両手で持っていたり、片方で持っていたり、この人なんか片方違うもの持ってますから、違うものを持ちながらこっちもなんかねワンド持っていたりとかして、何でもかんでも持つよみたいな、何でもかんでもというか、なんていうの、こっちも持つけどこっちも持つよ的なことも、器用なこともやってるし、この人なんか目の前の道具使いながら我一番っていう風にやってるので、いろんな道具を使い回していけますよ、使いこなせるよっていうマジシャンのカードですよ。だから器用さだったりとか、粘り強く取り組んでくれるところだったりとか、でそのお相手もかなり強い方だから、そこに対して受け入れて、自分も対戦していくよってところがすごくいいよ。だからあなたも積極的に働きかけていると思うんですよね。ただ受け身なんだっていうだけじゃなくて、すごく嬉しいし楽しいし、楽しいから遊んじゃうんですよね。いろんな遊び試したくなっちゃうんじゃないかな。でもあんまりのマニアックすぎる技についての情報は研究しなくていいよっていう風に出てきているからね。だからね、お相手の好みであればいいんだけど、あまりマニアックすぎてもそこは極めなくていいよっていうのが出てくるからね、そういうことはありますよ。もし何か心当たりのある方はそこだけ気をつけていただけたらなと思います。満足してるんですかって言ったら、あなたが握りしめているものとても満足です。あなたの手の技、こなし方、道具の使い方、手先が器用なところ、そしてトーク。あなたはもしかしたらちぎりの最中に何かねお話をするのが好きだったり、言葉でお相手に何かを尋ねたり、これはどうですか？どう思いますか？どう感じますか？いかがでしょうか？っていうようなことを頻繁に言うのかもしれません。またはその時のご自身の感情や思いっていうのを述べているのかもしれませんね。私はこの時こう思っています。今ですみたいなことをね常に実況しているのかもしれません。そういうところも好きっていうのが出てきています。ただ余裕っていうのがあるので、余裕をこいているようなあなたがいきなり余裕がなくなるような瞬間を見るのも好きなのかもしれない。だから攻めてきて、お相手がね攻めてきて、あなたがあらみたいなね、そういう風になるのも割と悪くないっていう風に思っていますね。全て良いカードなので、尋ねなさい、深く聞いてってっていう風に言われてて、深く聞いていくと実はあなたもテクを持っていて、そのテクに十分満足しているし、余裕ぶっこいているようなあなたが途中であらみたいな、まだよとか言いながらあらっていう風になるのも好きっていう風に出てきていました。なるほど。何か道具とか使ったりとかするんですかね。そういうのも好きよっていう風に出てきていましたね。ではこのカードももらっていったので、アドバイスカードとしてはワンドの9番入っていたんですけど、ここね準備をしていくこと、対応していくことっていうのもあって、で一瞬ねあなたの方が受け身の方が強いのかなって一瞬思ったんですけど、深く掘っていくと、いやそんなことなくて、実は嫌よもう好きのうちみたいな感じで、実はまんざらでもないよねみたいな感じでお相手は見てるし、そういうところ好きよっていう風に出てきてるし、粘り強いところだったりとか、握ってくれるところだったり、触ってくれるところだったり、道具を使ったりだとか、口先使ったりだったりとか、そういうあなたの技ですよね。自分の持ってるものすべて惜しみなく出してくれるところが好き。そして反応もそうですよね。余裕こいてるように見えて、実は余裕なくなってきてる、そんなところのも好きっていうのが出てきてるので、攻めるのが好きなんでしょうね。このお相手はねイエスマンですからね。では何か他にもらっていこうかな。ただ自分に自信持ってねって、ありのままのあなたでいいからねっていうのが出てきていますよ。お相手から、ただこの2人はちぎりの相性めちゃくちゃいいので、絶え間なくずっとちぎってるっていうような感じっていうぐらいお相手の方がタフだし、それを見てあなたも喜んでるからいいんじゃないっていう感じがするんですよね。もう今私から見て、もう十分どっぷりとディープに2人の世界へ入っていってくださいって、もうそこから私はこれ以上入っていきませんのでって、もうっていう風に思っちゃうぐらい2人の世界が出来上がっています。じゃあどうしようかな。何か聞いた方がいいですかね。何か気になることあるかな。どうだろう。めちゃくちゃいいよっていうのが出てきてるけど、
大丈夫そうですかね。お相手の好きなあなたの仕草だったり所作っていうところも出ているし、不安に思うことがあっても信じていてっていうのが出てきてるからね。大丈夫かな。ここが障害カップの点、お互いが満たされる気持ちについて、満たされる気持ちというか、気持ちだけじゃないけど、その体的な要素で言っても満たされるか満たされてないかっていうところで共に一緒にたどり着けていけるかどうか。でもそこもクリアしているから大丈夫。なんかね、大きな障害っていう感じはあんまりしないので大丈夫よ。で、妄想じゃなくてイエスマンだから必ずそのうち実現していくでしょう。現実化になっていくでしょうっていうのもあります。じゃあこの人動くのかなっていうところで最後にね、1枚なんかもらいましょうか。どうやって動いてくるの？どんな風に攻めてくれるの？そこか。どんな風に攻めてきてくれるのっていう感じで、この人の攻め方についてもらっていきましょうか。この人ね、なんかスキル持ってるよっていう風に言ってるんだけど、どんなスキルっていう感じで、この人のスキル、ワオ、クマじゃなくてクマね、クマのカードが入っています。疲れ知らず、パワフルっていうのが入ってくる、タフネスとかね、そういうのも入ってくるから、力強く狙った獲物は逃さないとか、あと大きいよね、この人ね、いろんなパーツが大きいのかなっていうのが入ってくるかな。この自分の大きさを自慢したいっていうのが入ってくるかな。クマさんって大きくて強くてって、時には乱暴だったりもするじゃないですか。凶暴だったりとかもするけど、でもそれも余裕で受け入れられるよっていうあなたのところもすごくね、安心して乗り込んでいけるっていう風になんかあるんじゃない？過去にその大きさについて受け付けませんって言われたことがあって、大丈夫みたいなこと言ってくるかもしれないですよね。何の話や。それであなたが大丈夫よみたいな、私大丈夫いけますみたいな感じで、実際そうやってやってみたら、始まってみたらめちゃくちゃ相性合うじゃんみたいな、そんなところもあります。一つは体の大きさだったりとか、自分の力が強いってことですよね。あと自分で主導権を握っていきたいとかね。握るのはいろんな意味であなたの方かもしれないけど、その関係性としてね、自分の方がリードしていきたいって、そういうところではね、統率取っていきたいっていう気持ちがあると思います。そんな風に攻めていくのかなと思います。そびえ立つ山っていうのも入ってくるので、そしてやっぱりそうだね、タフだね、この人はとってもタフで、とどまることを知らない感じがします。ワンドの8、そうね、どうだ自分のこの山はみたいな、このね盛り上がりを見せよみたいな、ピークがすごく高いところにピークがあるので、頂点に行くまでこの人時間がかかるのか、それともなんだろうね、距離が長いのか、距離が長いつまり時間がかかるのと一緒か、なんか頂点にたどり着くまでに、登り着くまでに時間をかけてじっくりと攻めるのか、それとも疲れ知らずなのかっていう感じで、かなりね強力な方ですよ、このイエスマンは。でもイエスマンに対してあなたジャッジメント出してきてるので、ジャッジメント、復活、再生とかも表してるんです。だから私しっかりと復活しますよっていう風にミッシーさん言ってるんですよね。なのでそういうところで言えばちゃんと対応していけるよってこと。ねっとりしてるね、このイエスマン割とねっとりしてる感じで攻めてくるので、絡みつくような愛情を見せてくれたりとか、愛情っていうのはそれを表現してくれるってことですね。割となんか舌を使ったりとかね、レロレロしたりとか、ね、イエスレロレロマンですね。そういう感じで今夜は攻めていきたいっていうのがお相手の今の妄想として入ってます。だって妄想ね、したいです、してますかイエスっていう風にイエスマン入ってきてるから、こんな感じで今妄想してる。そして今2人の相性っていうところはめちゃくちゃいいし、お相手の妄想攻め方としては今こんな妄想や攻め方してるよって、あなたに対しての魅力、お相手の妄想っていうことに対してはね、また今度次回やっていくので、今回はお相手が感じるあなたの性的魅力っていうところで、もうあなたの存在そのものが魅力的ですっていうところで、なんか余裕
あるように見えて時々なくなるようなところだったりとか、ただあなたも負けずとテクを持ってるので、お互い技術の見せ合いする時も好きなんじゃないかなっていうのも出てきています。あなたらしさでいてねっていうのが入っていました。そして最後に、アドバイスカードというかお選びいただいたミッシー・エリオット、これね革新っていうカードなんですけど、新しいアイディアを生み出すことだったり、そしてあなたのクリエイティブさ、独創的、技についてですかね、斬新というか、ミッシー・エリオットってヒップホップのなんて言うんでしょうね、象徴とも言えるようなアーティストなんですね。トップまで上り詰めたような君臨、女王として君臨しているような方なので、もうレジェンドですよ。そうなので、その道を極めてトップに立って有名になってみんなに知られている、尊敬されている方なんです。そしてミッシーといえば、自分で歌を歌うだけじゃなくて、ラップするだけじゃなくて、楽曲作って提供していたり、コラボよくしているんですよね。あとはプロデュースもやってるので、いろんなことをやってるんです。この人、自分が歌うだけじゃなくてね、いろんなところに才能があるんです。そして一つの時代を築いた方で、ヒップホップという象徴でもあるような、アイコンでもあるような方なんですね。そしてこの方が多分一番最初になったのかもしれません。多種多様っていうところで、ジェンダーレスだったりとか、女性は女性らしくいなければいけないとか、男性は男性らしくいなきゃいけないとか、そのような固定した考えっていうところを取り外していった、多分一番最初のきっかけとなったのがこの方だと思うんですね。特に性別、見た目、外見ってところで枠を外れていきましょうって、みんなそれぞれの楽しさ、美しさ、魅力っていうところがあるから、世間一般的に言われてるようなものだけが美しいわけじゃないんだよっていうことを初めて世の中に発信していった人、それが浸透していったような、そのような象徴として私は見ています。ごめんなさい、今ね、これからね、自分の個人的な主観的な考え方になっちゃう、見方で話しちゃうかもしれないんですけど、そのような方っていう認識が私の中であります。だからミッシーってね、正直世間一般的に歌姫って呼ばれるような美しくて体型もみんながいいな、憧れるっていうような、なんて言うんでしょうね、一般的に受けるっていう感じのね、外見じゃなかったのかもしれない、当時はね。だけどそれもいいんだっていう風に思わせてくれた方なんですよ。例えばクラスの人気者、もうこの人がもうマドンナでアイドル的存在で、こういう人こそモテるよねって言われてるような、クラスの花のあるような女の子じゃなくて、その影にいて教室の端っこにいた、そんなような一人の少女が自分の才能をみんなに広めていって、私こんなに明るくて、クラスの人気者になれるような見た目じゃないんだけど、自分のこの持ち前の明るさを発揮して私は歌い続けていくんだっていうところで才能を見出してくれた方がいて、世の中に出ていく。そして見た目だけが全てじゃないんだよっていう感じで発信していくんですよ。でそれが浸透していって、この彼女の歌を聴いた子たちが外見だけじゃないんだっていうところで、自分は自分らしくいようとか、自分の個性をそのまま大切にして自分を低く見ないようになったっていうような象徴なんですね。はい、そういうような歌とか作品を出していって、彼女をきっかけに枠が外れていくような、世界が広がっていくような感じになっていったと思うんです。はい、そしてもちろん彼女だけではないんですけど、その先駆者になったような方なんですよね。だからその女性らしい歌を歌うとかじゃなくて、時にはそのジェンダーを超えたような、男性のような女性のような、どっちつかずのような、どちらとも取れるような、ダンスをしていたり、楽曲を作っていたりとか、そういうところにもたくましさ、強さっていうのも感じる。それは性別を超えてね、女性らしい強さとか男性らしい強さとかじゃなくて、本当に人間としての強さとか、そういうところを主張していくような、そんな楽曲っていう風に私は捉えています。なので、今ちょっとまとまらなくなってきちゃった。なので、あなたも自分自身に自信を持ってください。
自分の技だけが全てじゃないし、外見だけが全てでもないから、どんな容姿だってどんな体型だって彼女は彼女らしくあり続けたわけだし、今でも活動してるんです。彼女は7月1日生まれ、現在52歳です。でも今でもなお活躍し続けているんです、現役、ずっと現役レジェンドですよ。なのであなたもあなたらしくいるといいんじゃないかなっていうカードも出ているんです。ありのままのあなたでいいんだよって、それを信じてねっていうカードも出てるから、でこのイエスマンに対抗していけるぐらいのパワーを持ってるミッシーさんなんですよ。だからミッシーさんね、大丈夫よ。今楽しんでください。多分楽しいよ。この人と一緒にちぎっていくと楽しいし、とっても満足だっていう風に出てくるので、ぜひ2人のディープな時間を楽しんでください。めちゃくちゃ力強くてそびえ立つ大きなものを持っているし、ねっとりしたような、感じの夜を過ごすと思うんだけど、悪くないわっていう風に出てくるからいいんじゃないかなと思う。どんな感じでも私も私で楽しむからねっていうのが出てきています。でミッシーといえばいろんな有名な曲あるんですけど、日本の男性が一番最初に出てくる曲があるんですよ。Get Your Freak On っていう曲なんですけど、それが一番最初に日本人の男性が出てきて、日本語で言うんですよ。これからみんなでめちゃくちゃに踊って騒ごう騒ごうっていう、一言から始まる曲があるんですけど、Get Your Freak On っていう曲を聴いてください。ちょっとオリエンタル的な感じかな、曲やビートとかダンスとかもそうかな、でもそれもすごくおすすめです。ヒップホップっていうと割とこのなんて言うんでしょうね、夜のちぎり系のこととかをアピールするような歌詞っていうのが多いんですけど、でもその中でね、自分ってこんなに素敵なんだぜとか、かっこいいんだぜって、自分ってこんないけてるみたいな感じの曲が多いので、聴いてると自己肯定感が高まるっていうかね、自信のなかった自分も認めてあげられるような、そんな気持ちになるので、ぜひ聴いてみてください。でミッシーをお選びいただいた方は、このミッシーのね、力強い曲とかも聴いてみるといいかもしれません。人気の曲でもいいと思いますよ。テンション上がってくるし、彼女の幅広い音楽性ってところに触れてみてください。かなり力強いですよ。はい、ということでミッシー知ってて選んだよって方もいるかもしれないし、絵柄で選んだよっていう方もいるかもしれないけど、レジェンドです。はい、ということで今回はお相手が感じるあなたの性的魅力やあなたとの相性だったり、そしてお相手はこれからね、こういう妄想をしてるのかっていうところも詳しく見ていきました。楽しんでくださいね。はい、では今回はこの辺りで終わらせていただきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。皆様こんばんは。はい、やってまいりました。皆様のいつもご好評いただいている夜のちぎりシリーズ。今回はお相手、あの人が感じるあなたの性的魅力、そして2人の関係性やバランスね、相性っていうところを見ていきます。で、今回は、年末年始スペシャルということで、笑ってはいけないではなくて、たくさん笑いましょうスペシャルとしてお送りします。夜のちぎりシリーズです。エンタメ要素すごく強めになっています。今回よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方、ニッキー・ミナージュです。はい、やってきましたね。ギラギラニッキーです。はい。ということで、ニッキー・ミナージュといえば12月8日生まれなので、つい最近お誕生日を迎えました。41歳だそうです。はい。意外とね、もっと若いかなと思ってたんです。私の想像では。想像というか、なんかね、もっと若くて30代ぐらいかなと思ってたら、実は41歳だった。40歳 ?41 歳情報が2つあって、81年生まれか82年生まれ、2つ情報があったので、40歳か41歳かっていうところ、81年生まれだと42歳か41歳かどちらかっていうところで、82年生まれかな。なので今41歳なのでしょうか。ちょっとそのあたり年齢がね
ちょっと違ってたらごめんなさい。41か42かのどちらかだったと思います。はい、というニッキーの話をしちゃった。ニッキー・ミナージュといえば、もう豊満なバディですよね。ボンキュッボンのお尻モリモリみたいな、このニッキーのようなお尻になりたいっていう風に憧れてる女の子も多いのかなと思います。ただニッキーとしてはね、今お尻をちっちゃくしたいみたいなこと本人ね言ってますよね。はい、なんかいろいろな噂も飛び交っていますが、でもなんだろうな、私が見た時っていうのはニッキーもうすでにねポンキュッポンだったので、2011年あたりの時のニッキー見てるので、その時からもうわーっていう感じだったので、個性的な感じだったので、そこからさらにねお尻ヒップアップしたらしいですね。では早速あなたニッキーさんとお相手のちぎり見ていきましょう。妄想でも構いません。推し様でも構いませんし、好きなお相手やもうすでにちぎってるよっていう関係性でも全然大丈夫です。妄想の範囲としてお受け取りください。お受け取りくださいというかご覧ください。はい。では見ていきましょう。こんな風にカットしていって、であなたとお相手、2人のちぎりの相性です。モダンウィッチタロットさんからもらっていく。はい。もうすでにそのあなたの性的魅力出てますね。はい、このように出てきています。デスのカードがアドバイスカードです。はい、そしてそうですね。何かまだこれからっていう感じです。そのちぎりの相性としてね。今お互いちぎってるちぎってない、どっちの場合もまだこれから向上していくっていうところがあって、今の現状だとまだ少し物足りなさっていうのがお互い感じていて、全部自分の力発揮しきってない、そういうところで不完全燃焼だったり消化不良っていうのを起こしてるような感じだけど、2人がこうやってちぎっていくことってめちゃくちゃ楽しくて嬉しくて、わーっていうような気分になるんですよね。だからもっと自分の力発揮していきたいとかね、もう少しできたんじゃないっていう風な感じでお互い思っているところがあるんです。そうなんかね、そこは出てるかなとは思います。相手に不満とかじゃなくて、自分の実力全部発揮しきれてないっていう感じで入ってくるんですね。で、本心のところ見ていくと、あなたは助教皇でお相手の方がペンタクル3番なので、もうお相手のね性的魅力、あなたに対する性的魅力とか、この方の趣味思考っていうところが出てきていますよ。この人ふくよかな方が好きなんだと思います。で、決してあなたに当てはまる当てはまらない、当てはまるんじゃないかなっていう感じもするんですけど、ふくよかな方が好きっていうのが入ってくる肉体美なんです。この方の目線で言えばね、そういう人が好きなんだと思う。ガリガリな人よりもふくよかな肉付きのある人が好きとか、女性的なボディラインの方が好きとか、そういうところがあると思う。なんか男性だとしても細身の男性よりも体の大きい方が好きとか、ね、しっかりした方が好きとか、強い人が好きとかね、タフな人が好きって、ちぎり的なねパワーが強い人が好きっていうのがあると思います。なんか弱っちいのよりも強っちいのが好きみたいなのが入ってくるんですよね。このお相手の好みとして入ってきます。豊満なバディ、本当にニッキー・ミナージュみたいなね、ニッキーのような人がタイプなのかな。見た目体ですよ、体つきっていうところで、顔とか性格とかっていうのはまず置いといて、体つきとしてもこの人ね豊満な人が好きっていうのが入ってきます。で、そのちぎりの相性としてはまだ改善の余地ありっていうのが入ってくるし、まだ全部自分の実力発揮できていないから、
なんかまたやって今度はね挽回したいなとかね、開放的に力を出していきたいなっていうようなところも入ってくるんですね。お相手もあなたもです。だから一回もしちぎった間だとしたら、またちぎって、その時により良いものにしていきたいなとかね、自分の力もっとあるんだぜってところを見せたいなっていうところもあると思います。妄想の世界だとしてもね、そのお相手はいろいろと準備しているところがあると思う。あなたとちぎっていくためにっていうところで考えていたりとか、あとそうですよね。ちぎってるちぎってないによっても変わってきますよね。でも本心としてはやっぱりあなたも全部見せきれていないのじゃないかなとか、でも自分らしさも大事にしていますよね。初めから1回目からね全部出し切ったらもったいないっていう風に出し惜しみしてるかもしれないですね、あなたの方が。徐々に自分の力を見せていくというか、技を見せていくのよみたいな感じで、初めから自分から攻めていかないわみたいな感じのところが出てる。で、お相手はあなたと一緒に協議しながらね作り上げていきたいっていうところがあるので、共同制作したいってことですよね。そうですよね。2人の体が心がなければね成り立っていかないので、自分一人だけでもねしょうがないよねみたいな感じのところが出てるんですよね。だからもしちぎってない関係性だったら、お相手はやっぱりこの妄想の世界だけじゃ自分一人だけ足してもしょうがない、しょうがないというか致し方ないんだけれども、できるんだったらそこに現物というあなたという心と魂と肉体があればなおよしなんだけどなっていうところだし、一度ちぎってるよって方だとしたら、まだお互いこれから徐々に力を見せていくぞっていう感じで、っていうところがありますね。で、お相手の動きとしてはエンペラー出してるので、自分が王様でありたい、主導権を握りたい、自分の世界にあなたを引きずり込みたいとかね、連れてきたいってことですね。自分のペースにあなたを巻き込みたいっていうところで、ここですね。だからあなたよりも自分の方がリードしたいっていう気持ちが強いと思います。あなたを引っ張っていきたいっていうところですね。これが障害となるものや課題となることにバンドの4番。そしてこれね、楽園とかオアシスっていう意味もあるんですけど、これ課題っていうところで入ってくるので、もうちょっと後で深く見ていきましょう。で、アドバイスカードにデスのカードです。終わりと始まりっていうところでちょっとね引っかかるところがあるかもしれません。で、これは実は妄想なのか現実なのか、どちらにしろお相手からまず答えをもらっていきましょう。あなたはまだ実力を発揮しきっていないですよね。何か考えていることありますよね。どんなこと考えてるんですか。まずはお相手力をすべて発揮しきれてないからってことで考えてますよね。絶対に違うっていうふうに言ってる。力を全部見せきってないっていうことなんですって。じゃあどういうことなんですか。何について警戒してるんですかっていうことでもらっていきましょう。何について警戒してるというか考えてるというかね。お相手が誘ってもあなたが乗ってくれないとか、なかなかあなたをお誘いするのはハードルが高いと思ってるのかな。お相手が今考えてることを充実なんやねん充実っていうカードノーって言ったり、充実したものにさせていきたいんだけどそうならないっていう風に言ってます。だからあなたを切り崩していくのが難しいと思っていたり、切り崩すっていうか押し倒していくのが難しいと思っていたり、押し倒す気満々でいるんだけどなんかリードしていけなかったり、だから実現化していないっていう感じもするんですよね。しょうがなくじゃあ一人で行くかみたいな感じでやってるのかもしれないけど、なんかね自分の理想通りにまだ描けていないっていう感じで、まだ力を見せきれていないっていうかまだ見せてないんじゃないっていう感じでも入ってくるんですけど、より良いものにしていきたい、実現させて、この充実っていうカードは実現を表してるんですよ。自分の願いを実現させるっていうカードなので、なんでお相手が今考えてることって実現っていうところなんです。
だから今可能性としては2人がまだそのちぎっていないっていうね、お相手の頭の中だけで今妄想しているよっていう感じがしますね。そうだとしたら、だってその脳が出てる、絶対違うっていうのが出てるってことは、まだ力を全部見せきってないんですよね。違いますよ。そして一かけらも多分見せていないんじゃないかなっていうことです。ちぎっていて、自分まだまだこんなもんじゃないんだぜっていう意味での脳で、じゃあちぎっていないんですよねってことだと思うんですよ。ちぎっていないっていう、だから実力一つも見せていないってことです。一かけら見せて自分こんなもんじゃないんだぜってことですか？脳だから、一かけらすらも見せていない状態なんですか？は絶対そうだって言ってる。一かけらも全然もうちぎりの地すらも出ていないんですよっていう風に。だから今考えてることって実現のカードが出てるんですよ。なんやねんっていう感じがするんですけどね。なんやねんって、なんかこだわりが強そうですよね。場所を考えていたり、シチュエーション考えていたりとか、そういう感じでこだわってるし、あなたに攻めていこうと思ってるのになかなかこう動かないとか、思ってる割には動いてこないよねとか、だからあなたの方も暇だみたいな、暇というか早く来ればいいのにみたいな感じで思ってるところがあるんですね。そうなんですね。なんかこうちぎりの地のかけらもまだ見せていないんですっていうのが出てきてる。だからこんなに謎めいた助教皇のカードであなたの本心も出てるのかな。こう全部まだ見せていないベールに隠れたような、そんな本心も出てきてるんですよ。でもお相手の本心としては、あなたと共同作業を行っていきたいと、自分一人で妄想でこう描いていて、それだけイメージするだけでもしょうがないよねっていうところで思っているし、2人の関係性もスターだから、そうね、いずれは実現していくんだけど、まだまだこのイマジネーションの世界、何でしたっけ、言葉がちょっと今抜けちゃったんですけど、頭の中だけで膨らませていく、そのようなちぎり、一人ちぎり、そのような世界のようなところに今いるような感じね。なのでお相手的には今ちぎりの地もないような感じなんだっていうのが入ってきてます。だから関係性としてはまだちぎってないよって方が多いかもしれませんね。でお互いの本心としてはここって出てきていました。で障害っていうところでワンドの4番なので、ここについてももう少しもらっていきたいです。でその障害ですね。障害か。でお相手が動くかどうかって、どんな風にちぎってくるのこの人って言ったら、自分で完璧に主導権握りたいとか、自分の世界っていうのをしっかり持ってるから、そこにあなたを連れ込んできたいみたいな感じで、自分のザ・ワールドを発揮したいっていうのがあるので、そこから超えたくないんじゃない、そこを乱されたくないっていうか、きちっとしてるんだよね。なんか計画通りに物事を運んでいきたいっていうのがあるから、例えばね、なんか2人が体が一つになるときは、それまでにはこれとこれとあれをしてみたいなことを考えていて、で合体した後にはだいたいこんな感じでみたいな、そしてなんかスケジュールをちゃんと立ててるっていう感じです。そこから外れたくないっていうような感じがする。障害っていうかちぎりなんで課題なんですよね。課題で、怒りのカード、そしてワンドの4番が入ってくるから、なんか安定しないっていうのが入ってくるのは、この人が安定しない、安定しないっていうのはもうちょっともらっていいですか。そうなんだね。ブーケのカード、はい、わかりました。あなたに尽くしたいっていう気持ちがあるんだけど、あなたを満足させてあげられないんじゃないかって、自信持って堂々とリードしていきたいんだけど、早いんじゃない？この人早いっていうのは何でしょうね。なんだろう早いっていうのは、なんかこぼれちゃうんだっていうのが出てくるんですよね。それを気にしていて、実はあなたのことを満足させてあげられていないんじゃないかなとか、独りよがりになってるんじゃないかなっていうところを気にしてるような感じがします。あとはなんかどっちかなんですよね。早いか遅いかどっちかなんですよ。あなたに捧げていきたいものがあるんだけど、果たしてそれはあなたを満たせているんだろうかって。
でこれはちぎっていない、まだね血の関係でもないよっていうことを言ってるんで、実際血の関係が始まっていった時にあなたは満足してくれるのかなって、私のこの貢ぎ物、捧げ物、この自分のテクであなたを満足させてあげられるのかどうかってことで、ちょっと自信がないようなところがある。だからなんかすぐに血っていう関係性に持っていけないっていう感じで、何この人みたいなちょっと何この人じゃあどうしたらいいのよっていうところですよね。あなたはどうしたらいいのよって、アドバイスとしてはですで終わりと始まりっていうのがあるので、だからこの人が気にしてるところっていうのは終わりと始まりなんですよ。そこが合致しないとか、例えば自分の方が早くね新世界へ行ってしまうのか、それとも自分が新世界になかなかたどり着けなくて、ずっと長くね頑張んなきゃいけないって、じゃないと自分は新世界に行けないから、あなたはついてこれるのかなとかそんな感じついてこれるのかなってなんやねんっていう感じがするんですけど、あなたは待っててくれるだろうかっていうところで入ってきます。待っててくれるだろうか。なるほど。お相手の心の表情を見せてください。わおすごい顔ね。顔って出てきてます。顔だ。お相手の心ね、もう例えば一つのことを見ている、物事を見ているとか、あなたのパーツ、好きなところをもらっていこう。お相手が感じるあなたの性的魅力、もうすでにあなたが自分の性的対象として入ってるし、魅力的だっていうのがもう出てきています。飲み干したいんだけど、飲み干す勇気が今ないとか、勇気ってなんやねんって感じですけど、ねえ、好きなように妄想すればいいやんって思うんですけど、一気に飲み干していくのか、ちょびちょびいくのかっていうところで、いや、いいんじゃない、好きなように妄想すればっていう感じで、サイコロのカードが出てきています。出た時によって目が変わるっていうねカードですよ。だからその時々によって出る数字が違うっていうことなんですよ。お相手が感じるあなたの魅力、表情がコロコロ変わるのかもしれないですね。喜怒哀楽はっきりしているとか、あとタイミングが合えば街で偶然会うとか、そういうタイミングもあるのかも。2人がピタッと揃うような時もあれば、なかなか揃わない時もあるから、会えない、あまり頻繁に会えないような間柄なのかもしれないし、社会的立場っていうところから超えていけないところなので、まだイマジネーションの世界、自分一人の中でちぎってますよっていう感じもする。だから現実化させていきたいっていうところが出てる。なんか真面目な感じが入ってくるので、リーディングなんかだんだん真面目になってきてるんですけどね。でもあなたの表情がいろいろ変わるところ、表情豊かなところとか、多分すごく見てると思うんですよね。あなたのことを見てるけど手出してないっていう感じで、目だけで追っていて手は出していないっていう感じ。わー肉体美自分やんあなたもお相手のこと見てます。お互いが特別な存在だっていうのを感じてます。だけれども、ここも答えもらおうかな。この2人がちぎっていく。これもね、時間のカードなんですね。オリジナルのルノルマンカードです。だから、なかなかタイミングがない、合わないとかね。いつも会社では会うんだけどプライベートの中にまだ持ってってないとか、もしくはなかなか会えない、離れているとか、そういう感じかもしれないし、自分に自信がないのか、自分の体にね、お相手がね、外見に自信がない、容姿に自信がなくて、まだ現実にデートできていないとかなのか、なんかすごくね、警戒してるんですよ。そんな警戒していたら、あなたの方も待ちくたびれちゃうよっていう感じが入ってくるんですけど、2人が現実的に会えているのかどうかじゃなくて、2人が現実的にちぎっていけるのかどうかっていうところで、エンジェルアンサー1枚ください。
もっと深掘りしてっていう風に言われてます。深く深く潜っていってっていう風に言われてるんです。曖昧。でもお相手なんかね、エンペラー出してるんで、自分トップでいたいんですよ。自分で主導権握っていきたいし、あなたもそれでいいんじゃないっていう風についていきますって、リードしてくださいっていう風に思ってるんじゃないかなと思うんですね。もう少し見ていきましょう。答えをください。深掘りしてくださいですって。なるほど。はっきりと伝えなさい。はっきりと伝える。それは相手、あなた、どっちっていう感じで、ニュートラルに聞いていきたいときは、こちらのタロットからもらっていきましょう。あなた、お相手でカードを出していきます。いや、なんかこう妄想の世界で欲しかったんだけどな。なんか自分の肉体美をあなたに見せたい。だけどまだなんか自信ないのかな、見せてない。で、がっつりとあなたを目で追ってるんだけど、まだ触れられないとかね、そんな感じで入ってきます。でもちぎっちゃえばね、素晴らしい関係性だと思うんだけど。はい、ちょっと一度ここでもらっていきましょう。ペンタクル5番。そしてあなたがペンタクルクイーン。高嶺の花っていうのが出てきています。あなたが高嶺の花、モテる人、高貴な方、上品で、自分なんてとてもとてもみたいな。だけど、じゃあ、自信ないから動かないんですかって言ったら、いや、そんなことないです。動きますよ。だけど、これ、今状況的に厳しいとか、いやどんな妄想してるねん、どこまで自分を追い込むんだっていう感じもするんだけど、この人の妄想の世界っていうのがあんまり出てこなくて、はっきり伝えなさいっていうのは、何をはっきり伝えるってこと？まだ自分の状況タイミングが揃っていないよっていうことかもしれないし、なんかね、例えば年の差だったりとか、時間差だったりとか、生活習慣の違い、生活リズムですね。お相手が夜働いていて、あなたは日中働いているような感じで、何かが違うみたいな。はっきり伝えなさい。何を。なるほどね。しっかりと現実化させていきたいってことを伝えていきたい。もうちょっと。ワンドの10、オーバーワークのカードだ。これって性的意味でとってもいいですか？もうすぐその答えを知るでしょ。もうすぐじゃダメなんだよ。もうすぐじゃダメなんだよ。もうすぐだと今これから先進んでいけないから、だから性的意味として取っていくんだったら、この人、あなたと自分とのそのパワーバランスってところを考えています。パワーバランスっていうのはちぎりのバランスのことです。自分がタフすぎて大丈夫かなっていうことだったりとか、あとその先ほど全部まとめて言えば、今のお互いの現状だったりとか、まだねちぎりの地もいっていない状態で自分の頭の中で考えていて現実化させていきたい、あなたのことを目で追っているし、あなたの豊かな表情だったりとか、あとそのあなたにしかわからない知識だったり見解っていうところも、そういうところにも憧れ的な感じ、眼差しで見ているけど、でも性的な要素でも肉体的に自分のタイプだって、体つきがタイプだっていうことはもうちゃんと出てきているし、そしてこれから作り上げていきたいっていうのが出てるんだよね。そのまだ見えていないベールを剥がしていきたいっていうところがあるから、なんかね妄想っていうよりは現実、今の関係性っていう感じでお相手が強く出してきてるんです。どうしてもこれをちぎっていく関係性にしていきたいんだって、現実化させていきたいんだってことをここで出してるので、
だから今すごく辛い状況だったり、会えないとかね、ちぎれないとかね、ひたすら長い片思いしているんだけど、ただ見ているだけで自分はまだ触れることができないとかっていうところがあるんだけど、じゃあどうしたいのっていう風にどんどん潜っていくと、だんだん妄想からずれていくんですよね。だけどそのあなたとしては、お相手が早く来てくれないかなっていう思いが多分あると思うんですよ。この人でもすごくお堅い方、真面目な方っていうのが入ってるので、あまり羽目を外さないっていうのがあるから、しっかりと用意周到に準備してやってくるっていうのがあるから、ちぎりに対してもね、しっかりと何の対策してくるんだっていう感じも入ってくる。そしてもうちょっと見ていきましょう。で、はっきりと伝えなさい。何よってことで、これ一つ可能性としては、今性的要素で取っていいですかって言ったら、もうすぐ知ることになるって言ってるので、もうすぐそれが何なのかわかると思います。これオーバーワークのカードなので、お相手が今、活力が今ないというかね、忙しいとか疲れてるとか体調悪いとかで、今ちょっとちぎりに対してのパワーが不足しているような状態、オーバーワーク、疲労を感じてるっていうことで、もう体が今疲れてますよっていう感じで取るのか、もう一つは、自分の生命エネルギーというかね、ちぎりの力っていうのがものすごくいっぱいあって、この人いっぱい力があるんですよ。ね、それが私すごくタフだけど、もう絶好調すぎる絶好調の、もう永遠持続的に絶好調なんだけど、大丈夫ですかって、一緒にそのパワーを分けても大丈夫ですか、受け取ってくれますかっていう意味なのかもしれない。それがもうすぐ先に分かるよって言ってるんです。ただここは実現化させていきたいとか、作り上げていきたいっていうところで、会えないんだったら会いたいし、タイミング合わせていきたいっていうところも出しているので、なんか妄想の世界っていうよりは現実化したいことっていう感じで強く今出してきてるんですね。はっきり伝えたいこととしてはこの2枚です。現実化させていきたい。そしてもう一つは自分の力とか、オーバーワークなのかね、だからもうちょっと待ってね、またちぎれないけどもうすぐ実現させていくようなのか、自分めちゃくちゃちぎりのパワーを持ってるんですけど受け止めてくれますかっていう感じの2パターンです。じゃあお相手の妄想っていうところでもらっていこうかな。お相手の妄想、このカードからいきましょう。お相手じゃどんな妄想してるの？一人で妄想してるよっていう風に出てくるので、あなたのことをどんな風に見ていてどんな風に思っているのっていうところでカードをもらっていきましょう。どうしたいというか、どうしてるの？妄想の中でどういう想像してるの？どんなプレーをしていますか？わー、なるほどそうですね。そっか、すごくあなたを性的対象魅力として捉えているから、そういう意味でねドキドキしてる、いい体してるなとかね、色気あるなとかね、そういうのすごくムンムンと感じて、ムンムンマンしてますっていうのが出てきてるんですけど、このムンムンマンね、あなたのことを脳裏に焼き付けていて、裸見たことあるのかななんかその脳裏に焼き付けていて、それをしっかりと念写して、映し出していて、それを一人で味わっていたりとか、それ結構やってますっていうのが入っています。妄想としてね、やっぱり昔なんかちぎったことあるのかな、でもないよっていう風に言ってるので、ないのかもしれないな。なんか昔なんかそういうタイミングがあったのかな、ちょっといい感じになったみたいな感じがあるのかな。そこで今自分の中でね浸ってる感じなんですよね。あなたの性的魅力のこと毎日というか結構考えていて、頭の中で妄想していて、やはり
妄想の世界からまだ現実化していないっていうところはあるんだけど、もうそうなったらいいなって、現実化していけばいいなっていう風な思いがあるんだけど、なんか自分セーブしてるって感じ、我慢してるんです。あなたというごちそうを目の前にして、このムンムンマンは我慢してるんですっていうのを出してるんですよね。我慢しなくてもいいんじゃないっていう感じもするんだけどね、そうしたいっていう風に言ってるから、じゃあどういうこと考えてるのって言ったら、本当は今の現状とか関係性とか乗り越えて、もう新しい関係性でちぎっていきたいんだって。でも状況とか環境とかお互いの立場ってところを考えると、ムンムンしてるけど、我慢するっていう感じで、ムンからマンになっていくっていう風にね、出てきているんですよね。なので、なんかこの方かなりお堅い方なんじゃないかなっていうのが出てきています。じゃあ、そのあなたとの妄想っていうのは、もう自分の思う通りにやっていきたい、妄想の中ですよ。自分がもうあなたのことを押し倒して一つになっていくんだとかね、なんかそういうことを考えています。もっとなんか楽しく愛し合いたいとか、優しい時間過ごしたいってこともそうだけど、例えば友達の関係からまだ抜けきれていないとか、自分のことを性的対象として見てもらいたいとかね、そういうことも考えています。気づいてもらいたい、振り向いてもらいたいと思ってるんだけど、振り向いてくれないのかなって思っていたりとかで、あなたとしても、何このお相手、誘うの誘わないの、来んの来ないの、どっちなんの、どっちなんだい、どっちなんだいっていうところで見ているところもある。遠くからずっと見て動きを待っているようなところもあるので、ただこの方めちゃくちゃ性的魅力あなたに感じています。あなたのどこが好きですか？表情、目の形、視線の先、そして物事の捉え方、外見的要素でもうちょっともらおうかな。どんなところが好きですか？性的魅力。この人が見てる先は、塔のカード。もうあなたのカードなんかストーカームーンムーンマンストーカー、なんか追いかけてるっていう感じですね。あなたのことを後ろから見ている、ずっと見てますよっていうのが入ってくるんですね。いずれは一つになりたいとか、お揃いのもので揃えていきたいとかね、熱烈じゃないですか。あなたのことをめちゃくちゃ思ってるのに、あなたは振り向いてもらえないと思ってるのかな。でも好きですよね、あなたもね。この人と関係性築いていきたいと思ってるからなかなか心を見せてくれないところが好きとか、誰にでもオープンじゃなくて自分だけ特別視してくれるところが好きみたいなところも入ってきています。めちゃくちゃ好きじゃないですか。いやでもカップルっていう可能性もあるんですよね。いやでも血じゃないよって言ってるから、血じゃない血じゃねえって言ってるんでそうなんですねっていう感じなんですけど、まだまだまだ妄想なんじゃって、我は妄想なんじゃっていう風に言ってるので、我慢しとるんやこっちはっていう風に言ってるんですよ。我慢していて、これからどうなりたいのって言ったら、もうそのイチャコラしたいんやっていう風に出てくるんで、密閉した空間でね、だから場所こだわってるかもしれないですね。誰にも見られないように密会するっていうのは、それは出てきています。あと、あまりあなたの方が自由が利かないのかな。閉じ込められてる感がします。少しね、あなたの方に。それが解放していけば、それが解放していけば、もうちょっとお互い接しやすくなるのかなっていうのはあります。日記、お相手があなた、日記2番さんと自分自身を揃えて出してきました。かなりね、妄想してるんですよ、ここね。でも我慢はしてるよっていう風に実現するっていうことは考えてるんですけど、障害としてワンドの4番だったので、まだ抜けきれない何かがある。それは一体何なのか。信念、抜けきれないもの、自分の信じる道を諦めずに進むこと。今諦めそうになってる。ちょっと待って、
ちぎりだよね、これちぎり。その自分がくじけそうになってるかどうかってところで、ここをお相手の中で課題として感じてるそうなんですね。そう出てきています。何かこの進んでいいのかどうかっていうことで、それはあなたにアタックしていいのか、アプローチしていいのかとか、ちぎりのお誘いしていいのかどうかってことで、今揺らいでいるかもしれないけど、揺らがないでねっていうのが出てきてるんですね。あとはもう体のパーツ的に揺らいじゃうんだけど、それは心かもしれないしね、心臓かもしれないし、そのいろんな体のパーツが安定しないのかもしれないけど、満足させてあげられない、満たしてあげられない、どうしようって揺らいじゃう時がある。体もそうかも。なんかね、こう緊張してこわばったりとか、ちょっと力が抜けちゃったりとかするかもしれない。いや、どうしようこの体みたいな、うまくコントロールできないぞみたいな感じもあるんだけど、それも少しね、自分の中で課題として感じてるのかな。たくましくいたいっていう風な、なんかね、肯定のカード出てきていましたよね。このお相手どんな風にちぎるんですかって言ったら、自分のペースで動かしていきたいみたいな、自分の世界でやっていきたいって、1ミリも乱すことなくって、我の世界へ来たれっていうのが出てきてるこのムンムンマンですよ。ね、こことここが出てきてるので、いかに自分の世界で通していけるのかっていうところを考えていますね。そうか。だから2パターンです。お誘いしてもいいのかどうかなっていうところ、もしくは、そのちぎり的要素であなたを満たしてあげられるのか、自分の世界を見て満足してくれるのかどうかっていうところを、この方は気にかけているところがあります。性的魅力ね、なんか2人で一緒にいた方がいいよねっていうようなことを言ってきてるんですけど、今の2人の関係性ってどうなんでしょうか。はい、ということで、年の差っていうのもあるかもしれないんですけどね。でもだからといって、じゃあ年が違うから動かないのかって言ったらそうじゃないっていうのは出てきてるから、じゃああなたとしてはじゃあどうすればいいのっていう感じですよね。でも今妄想としてね見てるから、この人の妄想としてはなんていうのかな、今のあなたとの関係性、現実のね関係性とまた違う関係性で妄想してるみたいですね。で、じらされプレイとかも好きらしいので、自分がこう我慢して耐えてるところに感じてるような感じもしますね。なんですって。喜びを感じていたりもする。なんかじらされたりとかするのも好きなのかな。なんかあなたが女王様っていう風に出てきているし、自分は皇帝王様としてリードしていきたいんだけれども、なかなかそれができないというのが出てきています。ではこの人激しい妄想をしていますか？イエスすっごく激しい妄想をしてるって言ってる。じゃあ具体的にどんな妄想をしているんですかっていうことで、モダンウィッチさんからで、さっきもね妄想をもらってったんですけど、濃厚な妄想をしている。できるんだったら自分の体のパーツを、あなたの中に注ぎ込んでいきたいとかね、飲み干したいとかね。お堅いムンムンマンの想像はペンタクル2番。なんかこんな硬い自分嫌みたいなでも自分のパターン崩していけないって、自分の攻め方とか自分の型っていうのが決まっちゃってて、なんかねその柔らかく対応していけないっていうか、パターンが1パターンしか持ってないみたいな感じで、手数が少ない、手技が少ないみたいな、なんか必殺技1個しか持ってないみたいな感じで、なんかあれももうちょっとね新しい技開発した方がいいんじゃないかなって思ってるんだけど、まだ技が足りてなくてどうしようかなっていう感じで思ってるところがあるっていうのと、いろんな技披露していきたいっていうのもあるんですよね。だからなんかどっちかっていうと自分に自信がないっていう感じで、自信満々であなたに見てほしい、こんな振る舞っている自分かっこよく、そして自信満々に見せたいところがあるので、不安になったりとか揺らいでる自分とかがっかりされたくないっていうのがあるんだね。だから妄想の中だと自分すごくかっこいいだろうとか強いだろうっていう感じで、もうあなたと激しく
求め合っていく夜とかね、っていうところを考えているし、かなりじらしプレイも好きな感じもするので、そういうところは妄想してるんだけど、いやグビッとやるかどうかっていうところに対して現実的にこの人お堅い感じがする。いや硬いってどういうことっていう感じもするけど、真面目っていう意味で硬いっていうのもあるかもしれないけど、かなり硬い人なんですよね。怒りのカードも出てきていたでしょう。だから属性欲が強いとかね、一度なんか結ばれたらもう離したくないとか、しばらくつながっていたいとか、とどめておきたいとか、だから激しく動かないようにくっついておきたいとかね、そういうところもあるのかもしれないけど、なんかいろいろ聞いていくと、なんかまだ自分に技が足りなくてあなたに飽きられてしまってるんじゃないかっていうような不安、どっちかっていうと不安なんですよね。自分の技に対することであなたを満足してあげられてるのかどうかっていうところで不安っていうところで、まだ知の関係性に行っていませんっていうような感じで入ってきます。でも妄想の中だとこの人王様でいるので、だからその妄想の中ではね、自分がもうあなたにすごい何これ信じられないみたいな感じのことを言われてるような自分を妄想してるっていうところがあります。ただ現実世界だとあなたのことをすごく目で追っているので、視線を感じるんじゃないかなと思います。一瞬ストーカーかなと思いましたもんなんかここ見ていて追いかけてるよっていうのが出てきてるので、はい、そんなところも出てきていました。そうですね、なんかね、この人の妄想は果てない妄想、現実とまた違うような妄想をされていると思います。仕事つながりだとしたら全く違うシチュエーションでこの人妄想してるし、激しく濃厚に妄想してると思います。はい、ということで今回はお相手のあなたに対する性的魅力だったり、今2人の体の相性っていうところを見ていったんですね。でそして今この2人が安らかな時間を過ごせるかどうか、一夜を共にできるのかどうかってところが課題になって入っているので、この人誘ってくるのかどうかってところが最大のテーマですね。現実としていくのであれば。でも絶対これ実現させて現実化させたいんだっていうのが出てきていたから、自分の妄想とは違うシチュエーションかもしれないけど、かなりアブノーマルなシチュエーションで妄想してるから、でそれとは違う形で現実化させていくんだろうけど、まずはあなたと一つになっていくことっていうのを目標にしてこの方は取り組んでくると思います。だからね、すごいとかね、こんなの経験したことないとか、そういうことを言ってもらえると嬉しいんじゃないかなと思いますね。どんな妄想やねんっていう感じもするんですけど。はい、ではあなたに対するアドバイス1枚もらってで終わっていきましょうか。でこれはじゃあ、エンジェルアンサーからあなたに対するアドバイスです。あくまでもね、妄想の世界ということでは、直感に従ってくださいっていうカード。直感に従ってください。信じるか信じないかはあなた次第ではなくてわー、純潔。なんて綺麗なカードが何にもないっていうカードが出てきた。真っ白とかね、そんなカード。この助教皇もね、純潔に近いところがある。この純潔のカードから、ガイドブックを使ってアドバイスをこのままお伝えしましょう。抜粋して。でここにね、ガイドブックがあるので抜粋していきますね。あなたのもとに多くの天使が舞い降りてきて、もうすぐ大きな祝福が注がれるでしょう。準備を始めてください。甘い誘いにも惑わされず、自分を貫いたあなたはとても清らかです。そのあなたの心を見ているので、神や宇宙も祝福しています。あなたが聖なる存在であることを知り、幸せになるための準備をしてください。そのための価値があなたにはあります。このような
メッセージがありました。そして純潔ね、そっか、待ってるんですよね。あなたはね、ずっとお相手の動きをね。でも待っていてください。あなたの直感は合ってますよ。直感に鋭い、冴え渡っている方なので、あなたが今は自分は待っていた方がいいなと思うのであれば、それがそれで正しいし、そしてお相手のこともよく見抜いていると思う。で、もうすぐ幸福がやってくる。で、お相手の考えていることとしては現実化していきたいっていうことなので、今回妄想とか性的魅力ってところを見ていったんですけど、このお相手がね、かなり現実化させていきたいってことを前面に押し出していたので、まだ地の関係じゃないっていう風に出てるから、じゃあ地ギリっていうところまでね、段階踏んでこの方やってくると思います。はい、もうすぐね、幸せが訪れる、嬉しいことが訪れる、あなたとお相手が融合される時がやってくると思うので、すごく性的魅力を感じていますからね、そこには自信を持ってください。あとは実現するかどうかっていうところですね。実現した後もお相手はあなたの意見を取り入れていきながら向上していきたいっていうところがあるので、優しい目で見てくださいねっていうのがありました。いずれ王様になりますと。では、お選びいただいたニッキー・ミナージュのカードはリーダーシップのカードです。リーダーシップが、あなたがリーダーシップ、陰ながらね、誘導していってあげるとか、優しく導いてあげるお姉さん的な感じでいくといいんじゃないかなと思いましたね。はい。なので、あなたの方が今は主導権を握っているような感じかもしれないし、年上のお姉さんっていう感じかもしれないんですけど、この方力をつけて自分の世界っていうところを見せてきてくれるので、あとはそこに酔いしれてくださいっていうのがお相手からのメッセージです。今は濃厚な妄想をしているよっていうところですね。あとはこのお選びいただいたニッキーのカード、私の主観で言うと、ニッキーの曲に初めて会ったのがスーパーベースっていう曲で、これは2011年、12年前の曲なんですけど、その時ね、ニッキーって私まだ20代前半だと思ってたんですよ。だから今でも30代なのかなと思ってたんですけど、このスーパーベースの時点でもう13年前だからもう30手前だったんですよね。20代後半のニッキーだったのか。なるほど。で、このスーパーベースっていう曲の歌が私の胸のドキドキが止まらなくて、ブーンバドゥーンブーンっていう風に音を鳴らしてるのっていう。で、その私のこのブーンバドゥーンドゥーンっていうこの胸の鼓動を鳴らすのはあなたなのよっていうことを歌ってる曲なんですよね。私の胸のときめき、ブーンバドゥーンドゥーンっていうこの変わった独特な動きを弾ませてくれるのはあなたなのよっていうのが出てる曲なので、いずれまたこのリズミカルにね、曲を聴いてくださると分かると思うんですけど、かなりリズミカルにね、ブーンブーンブーンって言ってるんですよ。なのでこのブーンブーンブーンっていうリズム通りにね、こう動いていくんじゃないかなと思います。何がどんな風にっていうのはご想像にお任せします。ブーンブーンブーンっていう風に展開が動いていくのかもしれないし、この方の動きとしてね、リズミカルにブンブンブンといくのかもしれないですね。では出てきていました。で、今回はお相手が感じるあなたの性的魅力、そして妄想の世界っていうところを覗いてみました。どうぞ現実化しますように、お相手頑張れって力を注いでおきます。ではこの辺りで終わっていきましょう。また次回もちぎりシリーズを行っていきますので、ぜひお楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。皆様改めましてこんばんは。お待たせいたしました。いつもご好評いただいている夜のちぎりシリーズ、お相手の夜の妄想編ということで、今回はあの人が感じるあなたの性的魅力について詳しく見ていこうと思います。よろしくお願いします。選択肢3番、ローリンヒルです。はい、皆さん、ローリンヒルがやってきました。天使にラブソングをそろそろ、地上波でも見ることが出てくる季節でしょうかね。どうでしょうか皆さんね、映画ご覧になったことありますか？天使にラブソングを2ですね、ローリンヒルは。はい、ということでローリンヒルについて少しだけご紹介します。R&B 歌手で5月26日生まれ、現在48歳、5人のお子さんがいらっしゃいますね。5人、子だくさんですね。そしてローリンヒルというとアルバムを1枚だけしか
出していないんですね。彼女のソロのアルバムとして。そのアルバムが発売されて今年で25周年となるそうです。よく聞いたよっていう方もいるでしょう。すごく有名で、大ヒットしたアルバム。そうなんです。セカンドアルバムが出ていないんですよね。今現段階でも。それが今制作するかしないかっていうところにあるらしいです。はい、ローリン・ヒルも48歳で、天使にラブソングをの時が18歳の時なので、もう30年時が経ったんだなっていうことを感じますねというか、お前何様やねんって感じもするんですけど、ごめんなさい。ローリン・ヒルについてちょっとだけ個人的な感想を今お話ししました。ローリン・ヒルいいですね。幼い頃から教会で歌っていたりとか、あと、もうね、この方は信仰深い方なのでね、クリスチャンですね。では見ていきましょう。はい。では今回は今のお相手とあなたのちぎりの相性とかっていうのも見ています。そしてこれは妄想でも構いません。好きな人で見てもいいですし、推しとか、あともう現在のパートナーだったり、もうちぎってるよっていう方でも構いません。見ていきましょう。で、あなたの方と、カップの10がいきなり、お相手の方は、節制のカード。ちぎってるですよね。そして、ワンドのクイーン。お相手があなたに惚れ込んでるっていうのが出てきています。ワンドの8。なるほど。そしてお相手の方がワンドの5番。戦ってますね。戦ってるっていうか、これね、ライバルじゃなくて、自分の力を拡大させていく。そしてカップの7番。ここに出てくるカードは、お互いの今、ちぎりに対しての課題点ですね。そしてお相手の動きとしてソードの2番。ちぎりの最中のお相手、なんか目隠しプレイ好きなのかな。アドバイスはマジシャンのカードです。ローリンの、タロットはここに置いときましょう。で、このカードが出てるので、かなりあなたに惚れ込んでいるなっていうのが出てきています。3番さん、今回ね、ローリンさんと呼ばせてください。ローリンの魅力にどっぷりとハマってるっていうのが出てるし、ローリンもローリンでお相手にとても満たしてもらってるし、今すごく幸せっていうのが出てきてるので、お互い今、まだちぎっていないよって方でもね、この方の妄想の中ではあなたを満たしている自分に酔いしれているようなところがこのお相手のところで出てきていますね。そしてあなたに沼ってるしね、この人ね、あなたを心底好きで愛していて魅力をめちゃくちゃ感じているからこそつながりたいとかね、そういうところもあるし、でも現実今つながっているよって方は絶え間なくあなたに今この方愛情を注いでいると思うんですね。そして本心っていうところも見ていきましょう。で、あなたのところにワンドの8、お相手はワンドの5番っていうところで、これね、お互いの本心として奥底の核の部分までお互いのエネルギーの交換をしていきたいというか、お相手注いでいったり拡大させていきたいとかっていうところが出てるんですね。もっと強くなりたいっていうところで自分の遺伝子を強くさせていきたいっていう感じかな。遺伝子レベルでエネルギーを強くさせていきたいっていうところで、あなたの方もそれを受け入れる体制が整っているので、どんといらっしゃいっていうところでかなり活力っていうパワーが出てきていますから、激しい夜のちぎりになるんじゃないかなと思います。一見ね、穏やかそうに見えるんだけど、心の中まで見ていくと激しいこと、激しい体制っていうのが出てきていますね。そして課題としてはカップの7番なので、これはね、その頭の中とか雲の上で黙々と考えていること、あんまり考えなくていい、あれこれ考えなくていいからシンプルでいいよっていう感じですね。例えば愛だけでいいとかね、なんかいろんなものをでもアドバイスでマジシャンなんですよ。マジシャン現実化させていく、空想を現実化させていくっていうカード、そしてプラスこの人手に持ってますよね。そして目の前に4大エレメントがあって、ワンド、ソード、カップ、
ペンタクルあって、どれ使ってもいいし、どれも使いこなせるぐらい器用だし、あなた何でもやれちゃうよっていうアドバイスカードが出てるから、頭であれこれ考えてること実現化させてもいいっていう風に読んだ方がいいのかな。今いろいろあれやってみようかな、こんなプレイしてみようかなとかね、そういうことがあったとしても、それやってみていいよって、面白そうだねっていう感じで入ってきています。だからそのアイディア活かしていけばいいのかなっていうのが出てきていますね。なんかね、奥深くまで潜っていくようなことが好きみたいな感じで入っていますね。そしてお互いを高め合いたいっていうのがあるから、どちらか一方的に攻め込んでいくとかではなくて、お互いがいい勝負しようぜみたいな感じで、いい汗かこうみたいな感じのことを言ってるからね、お相手の方がね。この方すごくタフですよ。節制のカードってすごくタフネスなカードですね。夜のちぎりで言えば。だからずっと交わっていたいとか、ずっとあなたを感じ続けていたいとか、あなたの中に深く潜っていたいとかね、その状態をキープしたいっていうところが出てきているし、だからすごくメラメラとね、メラメラっていうか、なんていうの、この性欲に対してなんて言えばいいの、ムラムラというか、ムラムラメラメラみたいなね、こんな感じの3番さんですね。お相手の方はね、より強くなっていってあなたを喜ばせたいっていうところが本心です。ただそのお相手のちぎり中の動きってじゃあどうなのっていうと、あんまり動かないんですよね。二刀流なんだけど動かないよっていうか、動かないというか、なんでしょうね、もうちょっとこの動きに対してなんか激しく動くのかなって、なんかこんな風にね激しく動くのかなって思ったら、実際のプレイ内容って何この目隠しプレイみたいな感じで入ってくる、入ってくるので、例えばそういうのが好きアブノーマルなのが好きなのかな。目隠しするんだっていう感じもするけど、あとそうだね、見ないようにするってことは目隠しするってことですもんね。目隠しが好きなのかな。もうちょっとお相手のプレイスタイルについてもらっていきましょう。どんなプレイが好きなのかな。カップの8、この人 S っ気があるのかな。ソードのナイト S っ気がある。もしかしてかなりガツガツいくけど割とあっさりしてるというか、ちょっと待ってくださいね。おっと逆で出てきてるけど、ワンドの10、全部タロットは聖地でもらっていくのでワンドの10なので、なんかねパワーが強くてあなたを置き去りにしちゃうようなプレーをするって言ってます。目隠しプレーじゃないんだな。なんかじらしだったりとか、あなたなんかね、この人が我慢できずに突っ走ってしまうようなところもあるけど、でもそうね、あなたもワンドの8を出してきてるので、あなたの方が我慢できないような感じなので、じらしプレイが好きなのかもしれないですね。もっと早く次の展開へ行きたいっていう風に望んでらっしゃるので、それに対してじらし焦らせる、早くっていう風に言わせたいとか、あとなんか放置プレイが好きかもしれない。このお相手ね、なんかだから S っ気があるのかな。私割と一人でこうなんだろうな、自分の技とかエネルギーとかを発揮するのが好きだから、ナイトのカードですよね。攻め込んでいくカードなので攻めるのが好きなんですよね。時にはじらしたり、待たせたりとか置き去りにするのも好きなんですよね。放置プレイが好きっていうのもあるんですよ。そしてすごくいろんなエネルギーを溜め込んでいるので、かなり今多分この人欲求不満というか溜め込んでいるものがあるんじゃないかなと思ったんですね。はい。なのでそれを思い切りなんていうのかな、プレーに打ち込みたいっていう感じで入ってくるので、お相手の妄想としてね、今どんなプレースタイルしてますかって言ったら、思いっきり溜め込んだものを発揮していきたい。なんか緩急つけるっていう感じですね。すごくエネルギー持ってるから溢れさせていきたい。もう攻め込んでっていう時もあれば、じらしてっていうところもあるので、緩急のある感じっていう風に、こんなプレーが好きというか自分のスタイルですっていうのが入ってきました。はい。ではローリンのお気持ち、ローリンどうですか。そんなプレー悪くないっていう風に思ってるのではないでしょうか。だってカップの点で満たされている、一緒につながる喜びっていう感じで
節制のカードと並んで出てくる、かなり良いですね。そしてワンドのクイーンが間に入ってるので、お相手かなりね自分のスタイルっていうのあるんですけど、確立されてるんだけど、でも気持ちとしてはあなたにすごく惚れてる。これはローリン、ワオローリンロマンスって書いてます。でお相手の方もね見てみましょう。めちゃくちゃいい。やだ、10と10で揃ってるしすごくいいな。でいいですね。お互いがお互いのことを感じ合っているので、めちゃくちゃいいよ。今その関係性持ってるとしても相性いいって思ってるし、今これからだよっていう方だとしてもすごくいいですね。揃ってるからゴールインするまでが同じタイミングだったりとか、最終的にこのお相手がゴールインするときには同じタイミングで、あなたもその前に何度かあなたはゴールイン先にしてるかもしれないけど、でも最後は一緒だよねっていうところで、あなたもすごく愛されているっていう、満たされているって思いね、性的なことで満たされてるってことももちろんあるけど、満足してるってこともあるけど、愛されている喜びっていうのもあると思うんですね。お相手の方もそれを満たしてくれてる。分かってるね、分かってるよ、この人あなたのことをよく分かってる、ローリンのことをよく分かってるわっていう風に出てきました。では見ていきましょう。お相手今ローリンに対して続婚ですか？ローリンに対して続婚かどうか。イエスローリンに対して続婚。なるほど。そして今自分のこのプレーはローリンを満足させているものだと自分自身思っていますか？絶対そうですローリンよかったね。お相手自信あるよっていう風に言ってます。ローリンの性的魅力について教えてください。お相手が感じるローリンの魅力、性的な部分、魅力教えてください。突発なんか燃えるような赤で入ってきますよね、ここね。いや、突っ込みたいんじゃないんですかね。突っ込みくんですよね。3番のお相手、ローリンのお相手、突っ込みたいですよ突っ込みたいね。突っ込み役ですね。そう、何か突然爆発させたいとか、そしてこのお相手がいきなりやってきたり攻め込んだりとか突っ込んできたりとかするので、それを受け止めてくれる器の広いあなたっていう風に、またピタッとはまるような器を持っているのかもしれません。なので、この突然湧き上がってくる衝動的な思いに対しても応じてくれたり、お互いがピタッとそのタイミングが合うっていうこともそうかもしれない。ローリンの性的魅力突発っていうのが入ってきました。あともうそこに自分が突っ込んでいくだけみたいな感じの魅力も、ね、魅力としても本当にそこですよっていう風に入ってきました。もうザ性的部位の中のザ性的部位みたいなところが好きみたいな感じ。そのローリンの体の中ですよねが好きっていう風に入ってきます。でもこの中の中が好き。なんか深く突っ込んでいきたいのが好き。その井戸のカードも入ってきてる。井戸のカード、これ水汲むために深く潜っていきますよね。そして怒りのカードっていうのもガシッとしていて強くて硬くて、そして大きくて船を支えるものとしてありますよね。で、子供のカードも新しい誕生とかっていうのを表してるんです。もちろん純粋さとか純真っていうのも表してるんですけど、でもこれは自分が攻めていくことによってローリンの性的魅力ってところでね、ローリンが子供らしい愛らしい人だなっていうこともそう、なんか童顔なのかな、そういうところもあるんだけどね、そのローリンの性的魅力としてしっかりと奥底まで自分のお相手自身が突っ込んでいっても受け入れてくれるようなところだったり、井戸もそうでしょう。ずっと奥底まで
この水を汲もうと思って奥までこう沈めていって水を汲むみたいなね。だからそこがちょうどいいんですよね。気持ちいいんだと思う。ガシッとしているというか、ピタッとはまるというか、このお相手のそのサイズ感とかっていうところに対してもいい感じっていう風に入ってくるので、自分が突っ込んでいくのに対してちょうどいい感じっていうのが入ってくる。そこに新しいエネルギーを感じるんだっていう、そこに魅力を感じるっていうのが入ってきます。だから体つきとか顔つき、顔もちょっとねタイプだっていうことは言ってるんですけど、顔つきとかじゃなくて、目に見えるところじゃなくて中なんだよねっていう風に、体の細胞とか中とかね、そういうところが好きっていうのが入ってきます。どっちも沈んでいくところがワードとして入ってるでしょう。怒りも井戸も沈めていくでしょう。奥に入っていくでしょう。そういうところが魅力的に感じるっていうのが出てきています。なるほどね。ローリンの魅力について教えてもらいました。かなりこのどちらかというとね、本当にね性的な魅力が満載っていうところで、めちゃくちゃ、妄想もしてるだろうし、自分に自信があるっていうのもあるんだけど、相性がいいって思ってるんじゃないかな。このお相手はローリンとね、自分の体の相性がいいって思ってると思います。では、どうしようかな。そのローリンめちゃくちゃ満足だよって言ってるんだけど、ローリンもねお相手に対してロマンスのカード出してるんですよ。だからいいでしょ、こう寄り添っていて幸せっていう風に、ここもね寄り添っていて幸せっていう風に出てるのでいいと思うんですよね。お相手の妄想、どんな妄想してるか聞こうかなっていうか、これ自体が妄想っていう場合もあるんだけど、じゃあもうちょっとローリンに対する魅力と妄想の内容について、感謝、才能いや、いいんじゃないかな。だってマジシャンと才能のカード出てきてるから、もうありがとうですよ。ローリン様々ですよ。お相手様々でございますよ。2人の才能を生かし合っていくのはお互いそれぞれ相性がいいからだし、いいんじゃないんですか。これからどんどん発掘していくでしょう。才能発揮していくし、新しい魅力だったり新しい才能、技とかね、技能とかスキルっていうところも磨いていくだろうし、今でもすごく良いのにこれからさらに良くなっていっちゃうのどうしよう、私たち最高じゃんみたいな感じで入ってきました。2人が結びついていく、合体していくのってもう才能、一つのねある意味才能だよねって。だってこれが相手が違ければまた違う感覚になるだろうし、今この2人だけでしか味わえない感覚は才能そのもの。ありがとうございますっていう風に、もう感謝の気持ちが入ってきましたね。ローリンおめでとうございます。お相手すごく魅力的に感じていますし、もちろん気持ち的な意味でローリンを満たしてくれるような存在でもあるので、体、心、魂すべてがつながって、そこには感謝の気持ちがありますっていうところで、あなたの方からもねお相手に尽くしていくようなところがあると思うから、それぞれお互いの技を磨き合って高めていきたいっていうようなお相手の本心も見えてるし、今の状態としてもすっごく合致してるっていうのが出てきているからいいんじゃないかなと思いました。じゃあ最後にね、ここ円満に妄想も円満ですよね、実現するとしても円満に実現するし満たされるしっていうところで、気をつけるべきポイントでカップの7番でしょう。でもそれは実現していけばいい。考えてることは実現する。不安に思ってることがあるんだったらそれを口にすればいいし、思ってることをやってみたいことあれば新しくやってみてもいいし、可能性あるからって。それってアブノーマルな感じもある？もしかしてそのお相手、でもお相手のプレイスタイルってかなり深掘りしたからね。じゃあローリンに求めてることとかも多分すごく嬉しい。今の状態で十分合致してるっていう感じだから、何かフリーな感じでお相手から何かもらいましょう。待って、この塔のカードは逆位置ではないかね。
多分こっち向きですよね。ごめんなさい、逆に入ってました。揃えていたつもりだったんですが、全部ねタロットは聖地でもらっていくので、めちゃくちゃ掴んでますね。ローリンに今、何かフリートークをしてくださいっていうことで、掴んでくださいっていうのが出てるでしょう。でっかいワンドですよ。ねえ、でっかいワンド掴んでください、絶対離さないでって。そしてかなりの衝撃、突発もそうなんですけど、塔もそうなんですけど、衝撃を与えるような力強さとか、そういうのがあるんです。この方の勢いですね。お相手の勢いがあるから覚悟してねみたいな感じですね。絶対離さない、一回結ばれたら離さないからねっていう感じで、節制とはまたちょっと違うんですけどね、スターのカードはちょっと意味合いは変わってくるんだけど、でも絶対離さないっていう感じ。たまにこう乱れたりとか、乱れるというか乱したいんだろうね。規律を乱したい、ぐじゃぐじゃになってもたまにいいんじゃないみたいな感じで入ってくるから、握って離さないでねっていうこともそうだし、私の衝撃についてきてねっていうこともそうだし、すごい衝撃ドーンっていうのを与えているので、それを受け取ってほしいっていうことですね。だからどういう意味でドーンを出してきてるかわかんないけど、この静かなるドーンがね、激しいドーンになるのか何なのかね、このドンは一体どうしたいんだいっていうと、掴んで離してほしくないとか、受け取ってほしいとか、受け入れてほしいとかね、突発的にドンしても OK してほしいとか、そんな感じのことが入ってきています。妄想としてね、思ってるんだろうなっていうところでフリートークでもらっていきました。ではなんかね、こう静かなるドン、激しいドン、突発的なドンがあっても、ローリンならいけるだろうし、喜んでくれるだろうし、お互い相性がいいってことをこの方は思ってるし、ローリンも満たされてるっていうのが出てるから、いいんじゃないかなっていうのが出てきています。では最後にこちらのカードからインスピレーションっていうワードが入ってきていますね。運命とかっていうのも表しています。そして称賛も表していますね。褒めたたえていきましょう。お互いの関係性かもしれないし、結ばれることかもしれないし、あとはお相手の技とか攻め方とかかもしれないですね。ローリン褒めてください。またはお相手から褒められると思います。いやー、君の井戸の中に入っていくと水汲みやすくていいわーっていう風に言われるかもしれないので、その時はわーやったっていう風に思ってください。自信持ってくださいね。いいと思います。ローリンの歌として、先ほど名前が出たザイオンっていう曲もそうですし、あとはドナーワップとかも有名だと思うので、ぜひそれも聞いてください。ローリンそこラップかなりやっているんですけど、やっぱりね、ローリンの魅力って歌声だと思うんですよ。私の中でね、音楽性だったり、歌唱力っていうのももちろん素晴らしいんですけど、歌声だと私は思っていて、ローリンのその歌声にぜひ酔いしれてほしいですね。ぜひ歌を聴いてみてください。そしてそうだな、かなりね、このドナーワップっていうのも歌詞の内容とか見ていても、夜のちぎり的なこととかを挑発的に歌ってるような感じもするので、なのでそこから刺激的な感じがする、ローリンって割と刺激的な曲も歌うんですよ。なのでそこもね、悪くないっていう風にお互い思えるような感じのちぎりなんじゃないかなと思います。ぜひローリンヒルの曲聴いてテンション上げてください。なんかこう、なんていうのかな、天使のような存在かと思いきや、実はそうじゃなくてたくましいようなところもあるし、芯の通った女性ですよね、ローリンって。歌声ぜひ聴いてくださいね。では今回はこの辺りで終わりとなります。お相手が感じるあなたの性的魅力とか、どんな妄想してるのとかっていうところを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。